やってまいりました。恒例企画、キャンプブームに乗っかって山を買った女何年後企画でございます。山を買って大変革ありまくりましたね。なんかまあ、結構さ、まあブームに乗っかって、すぐ何もしなくなるんやろうなというあったよね。声もまあ多々ありましたが、山は買うもんじゃない、農地は手を出すものじゃない、みたいなあったな。負の遺産やと、あったけども真逆の方向に突き進んでるな今これやばいかもしれん。確かにやばいかもしれんぞこれ。やってまいりました。恒例企画、キャンプブームに乗っかって山を買った女何年後企画でございます。これね、山を買ってついに3年を過ぎるというすごいところまで来ましてですね、毎年ねこれはなんかいろいろ変化があるんじゃないかということで、まあ去年もね山を買って2年どうなったかという結果動画みたいなのをね作りましたけれども、今年も山を買っていろいろな変化があったということで出していこうかなと思います。今回に関しては3年目の動画ということで、もう山を買って大変革ありまくりましたね。ありまくったというか、まあこのシリーズ最大レベルの変化があったんじゃないかなと。まあ単独でね動画も出させてもらいましたけれども、農業を開始するという大変革、セカンドシーズンという形でこう山買ったシリーズがこう農家シリーズになっていくのかもしれないですけど、新たなステージへと変化していってるわけなんですけど、今もう山を買って農家になったというところでございましてですね、詳しい内容は農業を始めましたの動画をね見ていただければ、経緯とかいろいろ喋ってると思うんで、そちらの方を見ていただければいいかなと思いますけれども、その山の近くのね農地みたいなところをこうできる人がいなくなってきて、であれば自分がやりたいよということでね、まさか最初山を買う前はこんなことになるなんて誰も想像はしていなかったんではないでしょうかなんかまあ、結構さ、まあブームに乗っかってすぐ何もしなくなるんやろうなというあったよね、声もまあ多々ありましたが、山は買うもんじゃない、農地は手を出すものじゃない、みたいなあったな。負の遺産やと、あったけども真逆の方向に突き進んでるな今これやばいかもしれん。確かにやばいかもしれんぞこれ。農業セカンドシーズン動画では、1年農業やってみてどうなったかっていうね話をねまとめてるんですけど、まあそこでねまたね、いやいやこれはやばいやろみたいな展開もね、確かに山買いました発表の動画についてたコメントを全部逆言ってるかもしれん。これはやばいやばい。どうなんやろ、そのキャンプブームにさ乗っかって山買った人は結構おるやろうけどさ、いてるね、農業始める人おるかな。一部はおるんじゃない、どうなんやろう。キャンプブームに乗っかってからこの展開になるかな。だってうちらだってこんなん想像もしてなかったからさまあね、こんなシナリオがあったってわけじゃないで、そう。まあでもその山買ってこう、数ヶ月入り込んでみていろいろ実情知ってから、まあこうなっていこうかっていう手はあったじゃないですか。まあ3年前ぐらいからね、買う前の話から考えてみたらまあなかったね、こういうストーリー性をね。やっぱこう来てみてわかる事実みたいな、やってみてわかることみたいな、そこからじゃあこうしていこうかみたいなビジョンをね出来上がってきたわけですけれども、山買いました発表した段階ではこんなことになるなんてね、まあ誰も思ってなかったんじゃないですかね。まあもちろんねこの農業始めてみて今シーズンやってみてもう無理やわーってやめる人ももちろんいるわけじゃないですか。しんどかったーっつって、まあその可能性はまあないですね今のところ来年もねまたやるんでまあ面白かったんでね、こう続いていくんじゃないかと。ただほんまになかなか続かへん、そのほんまに根性ないとできへんなと思った。気合はいるよな。気合ないとなかなかしんどいと思う、収入面とかもさ、それはもちろん安定しないし、世界のな物流のな値段とか高くなったりとかでさ、いろいろ変わるからさ何とも言えないけど、やっぱりお金の問題って大きいからさ、うちらだって農業だけじゃ絶対にやっていかれへんから、兼業でやりながらなんで、ほんまにガッツないと無理よ。そうなんですよね。まあ一本の柱に頼らないっていうのが昔からの自分のスタイルで、仕事に関してね、それによって両方こう余裕を持ってできるところがあるんで、みんなそうじゃないですか。サラリーマンやられてる方とかさ、夜遅く帰ってきて休日もさ少なかったりとかして、やっぱ余裕なかったりするやん。で農家の人もやっぱりそれだけで生計立てる人ってほんまにごく一部、農業だけ専業農家でやってますみたいな人ほんまにごく一部やし、やっぱりこういろんなことをしながらこうやってるっていうのがやっぱ心の安定につながるんですよ。っていうことで昔からね一個の仕事だけをするってことはほとんどなかったんですけど、心の安定につながるイコールなんかいろんなことにこう余裕ができて、やっぱ優しくなるというか、その何でもこうにこやかに過ごせるみたいな
ある程度こう許せるみたいなそれによってやっぱいい方向に進んで総合的に良くなるみたいなことをもう体験してるからさ、やっぱ余裕ないと何でも良くない、ということでね、もう山が人生みたいな状態になってきてますけど山関連で言うとさ、ボーボーやったさ、一番最初山形発表でさ、なんかマムシおったみたいな場所あったやん。竹林になっとってさ、こんなんどうすんねんみたいな、まあ、あの場所はね日当たりが悪いわけではそんなにないんで、竹がね生い茂ったみたいな状態のとこやったりするんですけど、まあ、その竹をねこう切り開いて徐々に2年3年かけて、ついにあそこね栗林になりましたね。縁だけ竹を残してちょっと木陰になるようにみたいな感じにしたんですよね。それでもう水やらずにいけてる。元気やんな。元気。ただまあ根っこがこうしっかりついてきて自分でちゃんと水吸えるようになったら竹も全部切り開いて日当たりよくしてあげないと育ち悪いかなとは思ってるんやけど、っていう感じでね栗林をちょっと作ってみたんですよ。まあ収穫できるにはね、まあ桃栗3年って言われてるけど、まあ6年ぐらいはかかるんでね。あ、いいものが収穫できるまではね。そうやっぱ3年で実ついたとしても小さいやつしかつかんかったりとか、まあ、もうちょっと木を育てるのを優先した方がいいからもう全部取っちゃおうみたいな感じで収穫せんかったりとかするから、まあ6年目ぐらいに実が取れたらいいかなぐらいの感じで思ってるんですけど、栗自体はね別の木があるから自分ら食べる分は全然それで取れてるからいいし、あっちねまあ販売用にできたらいいかなと思って植えたんですけどね。あ、ランページモンブランっていう名前で売ったらもう加工してるやん。まあね、まさか最初山を買った動画を見た人はまさか3年もねいろいろやってるとは思わんやろっていう人はいっぱいいたと思いますけれどもね。だって自分たちでもそう思う。でもあんまり投げ出したことないからな、途中で。ゲームチャンネル投げ出してるけどな。ああ、やる時間ない。ゲームやる時間ない。栗に関してやけどさ、もともと栗の木は植わってて今年だけでも何キロ取れたんやろ。まあ余裕で10キロ以上は取れてるんですよ。取れてる。まあ多少は売ってるけどさ、でも結構な利益っていうかまああれやけど結構のお金にはなってるからな。まあ確かにな。果樹とかさ、その農薬とかやってないし肥料落ち葉だけやからな。お金がかかってないもんな、肥料落ち葉だけであんだけ実になるのやばいんがほんまに。収入はまだ安定した収入はないけど、小遣い程度ラッキーみたいな感じやけどさ、お金じゃなくて食べ物がいっぱい増えていくじゃないですか。それがほんまに強い。手元にな、で栗とかさ、まあ、お米なんかもさ全部自分たちで保存できるし、栗なんかはさもう加工して瓶詰めしちゃえば1年間持つわけなんですよ。栗の渋皮にさ4キロ分あるんですよ家に1年かけて消費しようと思って。どうすんねん。そこがすごいよな、農業やっててさ、なんか食べ物には困らへん。だってさ、農家さんじゃないけど、まあ、元農家さんみたいな感じかなにもさ、そういう面白いことやってはるねみたいな、自給自足やんみたいな、なんかよく言われるもんな何でも育てて面白いことやってはるねみたいな。もともとさ味噌作りとかしてたんですけど、してた。味噌に使う大豆までも育てて、それで味噌も作れたらさ、買うものが少なくなるっていうのが農家のいいところやなと思って。だって今まで大豆だけで何万買っとったよ。何万も買っとったやろ、味噌いっぱい作るから。何万も買ってる、まあ経費としては自分で育てた方がやっぱ安いんよ。小規模すぎるとさ、やっぱプランターで育てる人とかやっぱちょっとなりが悪かったら、これ普通に買ってた方が安かったなみたいな状態になる時もあるやん。畑をこうトラクターでバーッ作って大規模にバーって植えて、で、まあ、水やりとかも雨でいってるし、管理をこう大量にやるとコスト下がるからさ、一部を自分らで味噌用にペッて取るみたいな感じにしたら全然あと売るてもいいしさ、コスト的にはやっぱ普通に買ってるより安いからさ。そう、なんかそういうこと考えたらやっぱり食べ物が、お金にはならんやろうけどさ、食べ物があるだけで生きていくのには困らへんなっていう状況になってるからさ、農業は強い。強いわ。今日も生きる知恵がめちゃくちゃついていくやろ。ほんまそれやな。それはでかい。そう、これをさどうやってもったいなくないように加工しよう、しかも1年食べれるようにしたら困らへんやんっていうのもさ作ったりして、全部保存食で置いてるからさ、すごいね。いやでもそれは自分も言われてるかもしれんけど、田舎の人からしてもなかなかそこまではできひんって言われてるぐらいやから、やっぱそれはすごいんやろ。いや手間かかるやん。やっぱ漬物つけるにしてもさ、梅干し干すにしてもさ、確かにね。昔の人の知恵
やけどできるだけこう長持ちさせようという、そういうのってやっぱちょっと、手間はかかるからさ、ただその1年間困らんみたいな。これがさ、ちょっとおもろい話やけどさ、ほんまにびっくりするぐらい食品めっちゃ減ったんですよ。そうそう、びっくりする月あったよな。もともとその抑えてたっていうか少ない方ではあったけど、もともとなんか何でも保存食作ってたからさ、それほどかかってなかったけど、それプラス自分たちで作った野菜から作れたりするからさ、仮に3万ぐらいやつしたら前が月余裕で1万5千ぐらいになってる。すごいね、ほんまに。やばいよな。その余った金で佐藤行くみたいな。意味ねお肉食べたくなったらちょっと佐渡ですき焼きするみたいな感じ。確かにね。それだけいろいろ人生レベルで山は影響を与えているということですよ、俺らには。結論としては保存食の瓶が大量に増えたということですね。大量に増えたと、そして、3年目にして農業がこうスタートしたと。栗もいろいろ準備していると。6年後に向けてね、こうやっぱ果樹は時間かかるから、他の果樹もいっぱい植えたけどね、13本ぐらい植えたからな。他の果樹もザクロとかレモンとかみかんとかいろいろ植えた。リンゴも植えた。瓶がいっぱい増えた。果樹がいっぱい増えた。農業が始まった。この3点ですかね。2年目に引き続き3年目の山形シリーズも我々にはかなり大きな変化を与えてくれ、刺激もいっぱい与えられ、面白いことができているなというふうに思いますけれどもね。こうやってさ、山買ったシリーズを最初から見てくれてた人からしたらさ、お米を販売したりしてさ、結構みんなにもなんか変化が分かってもらえるような、そう、展開になったからちょっと面白かったかなと思う。確かにな、それはあるみんなにも直接できたものを買ってもらえたりさ、食べてもらえたりできるのって、やっぱグッズ以外になんていうんやろ、グッズ農作物、販売ってめちゃくちゃ面白いなって思いましたね。面白かった。やっぱ3年目にして、言えることは失敗したな、やりやがったなと散々言われましたが、3年目にしてもまだ正解だったなと我々は思っているということで大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですね。はい。ということで以上、山買って3年目変貌しすぎてますという動画でございました。はい。また4年目もお楽しみに。以上、ランページモンキーでした。バイバーイ。はい、チャンネルメンバーシップの皆さん、こんにちは。こんにちは。本編の方でさ、山買った動画の話したんですけれど、後々考えたら3年目じゃなくて4年目だったよね。そうですね。野望みたいなものも他にもあるわけですよ。野望があるんですか？そうですね。もう最近やってる野望は、